2024年の9月、デュアル AD を搭載した初めてのデジタルミキサーレコーダーということで話題になりました株式会社 Zoom のライブトラック L6。そこからわずか1年で後継機種の発売となりました Zoom ライブトラック L6Max を今日はご紹介をしていきます。デュアル AD が搭載されているミキサーのメリットについて解説をしながら、L6 から L6Max になって変更された点、改良された点を徹底的に解説していきます。マイクや LINE の入力からマスターアウトや USB などの出力までを図解したブロックダイアグラムを皆さんと一緒に見ながら、気になる出力に対してどういうふうな条件が出力系統に出てくるかということも解説をしていきます。そして、この条件ならライバル機種を買った方がいい、この条件なら L6Max おすすめだよという他社機との比較も含めて今日は解説をしていきたいと思います。2024年の9月の下旬に発売されたライブトラック L6 というのは、それまで株式会社 Zoom が出していました、デジタルミキサーですね。会場で使うためのコンパクトなデジタルミキサー、もう本当に特にウェビナー需要の追い風を受けて、この界隈ではデファクトスタンダードではないかと言われるほど使用者の多かったミュージシャン、特にそのシーケンサーとか DJ プレイなどをするような、そういった電子楽器を使ったミュージシャンとの親和性が一番高いという意味で、とてもコンパクトに作られていて、本当に機材との親和性を一番に考えた構成だったんですけども、たまたま2024年の11月に収録を行いました株式会社 Zoom 代表取締役 CEO 工藤様をはじめ、エンジニアの皆さんにご協力をいただきましたロングインタビュー、ここでもタイミングが良かったですね。ライブトラックの L6 についてその魅力をたくさん語っていただきました。ちょうどここにね表示させているんですけども、まだ見てないよという方がいらっしゃったらご覧いただければ嬉しいなと思いますが、実はその時にもライブトラック L6 こうだったらありがたいのに、こうだったらいいなっていうことをぶしつけですけども本当に直接エンジニアの皆さんにお話を聞いていただきました。それが反映されたかどうかは私には分かりませんが、このわずか1年という短い期間の間で L6 の後継モデルが出てきたというのは、私個人的にとても衝撃的で、Zoom の本気を見たなという気がしています。L6 の価格、L6 のサイズ、L6 の用途で使いたいという方はいらっしゃると思うので、今後も L6 は販売が継続されていくんだろうなと想像しています。L6Max はまたそれとはちょっと違う、後継モデルというよりはバリエーション違いのモデルなのかなというふうに私は理解をしています。当時 L6 に抱いていたさまざまな改善要望みたいな、私個人の改善要望みたいなものがほぼ全て解決されているというもの、そしてです、驚きの新機能もいっぱい入っていますので、そのあたりを今日は解説していきたいと思っています。ここで私の自己紹介をさせてください。インストチャンネル、この YouTube チャンネルを配信していますコーヒーと言います。私は2009年から電気屋ウォーカーというポッドキャスト番組を配信しているポッドキャスターです。2016年からこのインストチャンネルをスタートしまして、主にこのポッドキャストの録音機材とか、それから趣味が高じてカメラ、収録機材のレビュー動画をこのチャンネルでは配信をしています。最近では VR チャット、のアバター改変、特に軽量化の解説動画も出したりしています。ちょっとごったになチャンネルにはなりますけども、もしチャンネル登録まだという方がいらっしゃいましたら、ぜひこのタイミングでチャンネル登録をお願いします。またご覧いただいた動画でいいねを押していただけると私大変励みになりますので、ぜひご協力お願いします。これから詳しく説明をしていきましょう。まずアップデートポイントですけども、 L6 に比べて L6Max がという風な文脈でここからいくつか機能特徴を取り上げていきますが、まずはモニターがつきました。 OLED ディスプレイがついたんですね。L6 については大変コンパクトな機械で、もし画面文字情報を使って確認が必要な情報があれば、それは、パソコンからの管理ソフトで行いますよという思想になっていましたので、モニターを持っていませんでした。そのことでオミットされた機能もあったかなというふうに思います。L6Max は横幅が伸びましてスペースが増えた関係で OLED のモニターを搭載することが叶いました。
自発光、自分で発光している OLED モニターは光量が周りがとても明るい環境での視認性が良くて、屋外に出て収録テストをしてきたんですが、炎天下、すでに炎天下ということではないんですけども、明るい環境の中でも視認性の高いモニターが装備されています。このモニターが装備されたことによって録音時間数の確認とか、録音状態の確認とか、それからメニューの切り替えによって、本機だけで L6Max だけで設定の変更ができる部分、やりやすくなったって言えばいいのかな、やりやすくなった部分がありますので、これは大変嬉しい変化だったなというふうに感じています。それからマイクインプット、LINE インプットが2インプットから4インプットに増えました。マイク2本ではちょっと心もとなかったなっていうところに対しての柔軟性が高くなっているのが L6Max の更新点の一つでもあります。4チャンネルともデュアル AD 対応になってます。AD というのはアナログデジタルコンバーターの略称ですけども、マイクから入ってくる信号を通常ですとマイクの音量を調整するアンプをまず通します。そこでゲイン調整、アナログゲインの調整という行為があって、適正なね、この AD コンバーターに対して一番いい大きさになるようにアナログゲイン、プリアンプゲインを調整して、その調整したものをアナログデジタルコンバーターでデジタルに変換してあげるという工程を踏んでいきます。ここをデュアル AD にすることによって2つのアナログデジタルコンバーターを使って1つのマイクからの入力音声を処理していくんですね。ここは32ビットフロート録音デュアル AD の解説を過去にしておりますので、そちらの動画をご覧いただけるといいなと思うんですけども、結果的にどうなるかというと、小さな音声から大きな音声までをノイズを非常に少なく、解像感の高い音声、そしてオーバーレベルクリップもしない音声を手間なく、ゲイン調整の必要なく取ってくれるというのがこのデュアル AD です。ミキサーに入ってくれたことによって私たちのような素人アマチュアがそういうプリアンプゲインの調整という難しい工程を全くすることなく、とてもいい音質を自動で取ってくれるっていう風な理解をしてもらっても誤解はないんじゃないかなというふうに考えています。なのでマイクの音質やマイクの音量で困っていた方はデュアル AD 搭載のデジタルミキサーレコーダーを使ってマイク入力を扱ってあげることで多くの課題が解決するんじゃないかなというふうに思っています。ここも大変おすすめポイントの一つです。それが4系統も使えるという大変贅沢な仕様になっています。さらにです。AI ノイズリダクションを搭載しました。これはポッドトラック P2 という USB マイクを接続して使うポッドキャスター向けのレコーダーというのが株式会社ズームが出していますけども、これで大変な騒ぎになりました。私たちの周りだけ。何が大変かというと、ハードウェアのノイズリダクション機能を搭載しているということなんです。ポッドキャストを編集をしている方とか、楽曲制作をしている方、DAW を使っていらっしゃる方だと、ソフトウェア上でノイズを削減することができるというのはご存知かと思います。ノイズリダクションは標準の機能、DAW の標準の機能で持っていたり、アイゾトープとか Waves が出している別売りのプラグインを活用することもできたり、さまざまな方法で取った音声に対してノイズ成分を抑えてくれるっていう機能が提供されています。これをハードウェアでできるとどうなるかというと、後処理の段階、編集とかをする段階でもはやノイズのない音声で編集を始めることができるので、一手間減らせるという大変大きなメリットがありますし、直接ライブ配信をする場合でもノイズのない音声を配信できるので、大変メリットが大きいかなと思います。この AI ノイズリダクション、過去ねありました。プロフェッショナルが使っているシダー社というところが使っている通称魔法の箱と呼ばれるものがあるんですけども、技術が同じとは思いませんが、これもハードウェアでそのノイズを消してくれるという機械だったんですけども、これ50万ぐらいするんです。50万ぐらいするプロ機材がこのライブトラック L6Max にも搭載されています。全く同じものではないですよ、もちろん。ですけども同じようにノイズをハードウェアで除去してくれる機能がこれにも搭載されているってことなんです。ポットトラック P2 の時には UAC232 というオーディオインターフェースを USB ポートに挿して
それを経由してダイナミックマイクやコンデンサーマイクのノイズをリダクションしましょうという、ちょっと変わった取り組みもしてみたんですけども、それがいよいよ、当たり前に機材に乗ってきたということになります。XLR 入力でデジタルミキサーレコーダーに対して AI ノイズリダクションがついているのも初めてなんじゃないですかね。L6 からの改善点でもあります。だからこのマイク音声に悩んでらっしゃる方にとっては、デュアル AD でプリアンプゲイン調整の心配をしなくてもいい。そして32ビットフロート録音のダイナミックレンジで小さな音も高い解像感で録音ができるということと、AI ノイズリダクションを搭載しているというこの2つがドッキングすることによって、今まで本当に何を苦労していたんだろうというぐらいびっくりするような綺麗な音質で収録ができるんじゃないかと期待をしています。もちろんその人たちの環境を使っているマイクとか周りの機材とかにもよるので、必ずそうなりますよというふうには言えませんけども、大きな進歩があったなというふうに感じています。それから L6 からの継承としては、ハードウェアにエフェクトが載っているっていうことですね。リバーブ、エコーと呼ばれるものですけども、え箱の中身は何だろうなって大声で叫ぶとワーンとリバーブがかかって演出効果が高いゲーム実況、私の大好きなゲーム実況でも毎回それがねありますけども、叫ぶところだけリバーブかけてくれるんですよね。そうすると気持ちが盛り上がるわけですよ。お互いに配信者の方も我々も盛り上がるわけですね。そのエフェクトが L6 の段階から載っていました。それが L6MAX でも同じように使えるようになっていますので、ここもポイントです。それからコンプレッサー、ワンボタンコンプになりますね。このコンプレッサーの機能が載っているハードウェアというのも大変便利です。音の大きさをいい感じに上げるっていうのは実は知識や経験が必要なことで、ポッドキャスターの界隈で言えば多くの方が、編集の時に音量調整に結構な時間と手間暇を取られているってことがあると思うんです。これを機械的にいい感じに調整してくれるのが、コンプレッサー機能になるわけなんですけども、 L6MAX ではコンプレッサーの機能が搭載されています。ボタンを押すことで自動的に調整をしてくれるということになります。出力される配信の音声に対してとてもいいレベルに調整をしてくれるという機能で、このコンプレッサーボタンも特にアマチュアの私たち便利な機能かなというふうに思っています。で、サウンドパッドですね。サウンドパッドも1番から4番まで同時発音ができるサウンドパッドを4つ備えています。これを使うことによってオープニングの BGM、それからトーク中の BGM、エンディングの BGM、ジングルみたいなものを4つまでですけども組み合わせて登録をしておくことができるので、後からの編集の時に BGM を重ねて何かをするということもありなんですけども、サウンドパッドを使って BGM やジングルをコントロールしておくことで、録音後の編集を最小限にすることができる。あるいは配信に対して BGM を載せて配信ができるということになります。OBS などを使って配信をするときにはパソコンで音声を流したものをループバックといって、パソコンから再生したものをもう一回パソコンに戻してあげることで BGM 再生をするということはよくあるパターンなんですけども、もし使われている楽曲音声素材が少ないのであれば L6 上から全部コントロールしてあげることができるととても便利だなというふうに思っています。そして L6 のサウンドパッドにはボリューム調整のノブがついていますので、フェードインやフェードアウト、それから音の大きい小さいをダイレクトにノブで調整することができるというポイントもありますので、これも使っていきたいなと思っています。私も16年か15年か16年ぐらいポッドキャストの配信をしてますけども、もう年も取ってきましたので、なかなかその編集にかける熱量とか労力、時間を確保するのが難しくなってきました。そういった時にもう BGM 掛け取りをしていて、フェードイン、フェードアウトもその場で調整済みの音源があれば、頭とお尻だけカットしただけでドンと流せるとか、なんならもうそれも織り込み済みで録音データそのまま配信に載せることができるということになってくると負担も減らせるのでいいなと思いますし、 PA ですね、カフェとか、セミナー会場とかで BGM を流したいとかっていう時にも使えますので、このあたりも大変便利な機能になっているなと思います。シーンというものが登録できるようになっています。ABCD と4つのシーンが保存できるようになってますけども、全ての設定データを保存しているわけじゃないんですが、フェーダーの調整量パンとか、EFX、さっきのリバーブの適用量なんか
が全部こうシーン呼び出しができるようになってますので、例えば会場での PA なんかだと始まる前の設定、それから本番中の設定なんかを呼び出すことで対応できたり、ポッドキャスト収録やライブ配信だったとしても、この実況の時の設定、あるいはこの対談の時の設定というものを、記録をしておくことで簡単にセッティングが変えられるというメリットもありますので、このシーンの活用もちょっと考えていきたいなというふうに思っています。ライブトラック L6Max は MIDI 信号のやり取り、MIDI コントロールのやり取りに対応しています。MIDI 信号を受け取るためのポートがついているんですけども、 USB を経由した MIDI 信号のやり取りにも対応しています。実は私あんまり MIDI には興味がなくて、これはまあこういう機能がついてますよというふうに紹介するレベルで終わるのかなとずっと考えてたんですけども、実はここが大きいメリットになっているなと思ってまして、これほどコンパクトな機材です。これほどコンパクトな機材だとすれば当然ですけどフェーダーはついていないし、ボタン切り替えでそのパラメータを設定していくものを切り替えていくわけですから、ノブが共有化されています。そうするとダイレクトに調整できるものが、大きいミキサーに対して少なかったりするわけですよね。その操作性に対してもう少しクイックリダイレクトに操作したいなっていうニーズが出てくる場合もあるだろうなと思うわけです。ここに対してこの MIDI に対応しているというところがとても来てるなってすごく思い始めまして、実は今日ちょっと機材を買い足しました。MIDI コントローラーを買いました。Bluetooth 接続ができるフェーダーなんですけど、パソコンを経由して MIDI 信号を L6Max に送ってあげることによって、モードを切り替えてノブ調整をしなきゃいけなかったさまざまな機能をこの MIDI コントローラー上に配置をしてダイレクトに触ることができるようになるので、 L6Max のこのコンパクトさで使ってるシーンはそれでよしなんだけども、このシチュエーションではちょっとダイレクトに操作したい項目があるよねって言った時は MIDI 経由でもその操作性を拡張できるということがあって、ここは結構大きいポイントだなと実感をしてきました。MIDI コントローラーを買いましたと言いましたが、ここにSteam Deck が置いてあるんですけども、例えば Steam Deck のようにプッシュ操作とかダイヤル操作で MIDI 信号をコントロールする機能をもともと持っているデバイスをお使いの環境の中にあったとしたら、それを活用することもできます。エフェクト適用量の変化とかをボタン呼び出しでオンとオフと切り替えることができると、わざわざミキサーで調整しなくてもボタンを押すだけでリバーブをかける、リバーブをかけないっていう選択が別なデバイスでダイレクトにすることができたりしますから、これはよりなんかこう L6Max のこれだけじゃない操作性の探求ができるよねというふうに思っていて、いいものになってると思います。だからそこの MIDI 信号の取り扱いができるっていうところにも実はちょっと注目してほしいなと思ってます。これから L6Max 買おうかな買わないかなと思ってる人がいたら、もし自分が持っている MIDI 信号を取り扱えるデバイスと合わせて使おうと思った場合にどうかなとかっていうこともちょっと想像してもらうとワクワク感がね増えていくんじゃないかなと思います。そして気になる出力系です。こんなことできるのかなっていうふうにつぶやいている方もいらっしゃいましたけども、私もですねここが一番気になっていまして、何をしたかと言いますとブロックダイアグラムと呼ばれるものがありまして、それをずっと眺めていました。こちらです。後で画面に差し込みますけども、そのマニュアルに書かれているブロックダイアグラムからさらに、ちょっと必要のない全部書かれているので必要のない部分を取り除いたものを今皆さんにご覧いただいてます。正しくは取説にある全部のブロックダイアグラムを見てください。基本的には左から右に信号が流れていきます。インプット1から4というのがマイクやラインなどの入力。インプット56と78が、ライン入力です。で特に78については PC インアウトがあったりします。で左から入っていってデュアル A インプット1から4まではデュアル AD と書かれています。5678は AD と書かれていますがシングルの AD になってます。その後 EQ を通ります。でミュートの切り替えがあり、レベル上段がレベル下段がサブミックスの調整になります。レベルと呼ばれているものはこの本機の上にあるノブのことを言っています。レベルですね。サブミックスというのは、サブミックスボタンを押して調整ができる
ダイヤルの適用量で、レベルとサブミックスと個別に、ボリュームの適用量を変化することができます。パン、左右への振りですね、あるいはバランスに、行って、その後なんかこう縦長のところに行きます。アウトプットに流れていくための信号の合流点みたいなところです。高速でいうところのジャンクションのようなものですね。マスター LR、それからミックスマイナス LR、サブミックスの LR、そして EFX というのがエフェクト、リバーブなどのエフェクトになっています。黒い丸がついているところが合流しているところ、丸がついてないところは素通りしているところです。そうやって見ていくと、マスター LR に入ってくる音声は何かなというふうに見てもらうと、こうですね、あですねというところにあります。で、今度それが右に流れていきます。アウトプット出力系です。出力系に渡される信号は全部で3つしかありません。一つは一番上のところですね。ミックスマイナスの信号になります。そしてもう一つは中段のカクッと曲がっているところですけども、 AI ノイズリダクションを通っていくのは、これがいわゆるマスターの部分ですね。一番主となる音源が通っていきます。そして最下段のところにあるのがサブアウト、サブミックスで調整された音声の出口になっています。最初に真ん中のところ見ましょう。マスターアウト。マスターアウトにはインプット1から4、5から6、7から8の音声が全部入っています。そして EFX、リバーブをかけた場合のその効果がマスター LR に戻ってきますので、EFX で調整された音声もここに入ってきます。サウンドバットもマスター LR に入っています。だから全部の音声、EQ、レベル調整、パン調整、EFX、サウンドパッド、全部の音声がこのマスター LR には入力されてきているということになります。それがアウトプットに流れていきます。最初に通るのが AI ノイズリダクションです。AI ノイズリダクションが差し込まれている位置に注目をしていただきたいんですが、インプット14からサウンドパッドまで EFX を含めて全てのデータがマスター LR に入っていて、それがアウトプットの段に入って一番最初に通るのが AI ノイズリダクションです。ちょっとこれ私の読み取りが甘くて、どこまでなのかなっていうのは正直ちょっと不正確なんですけど、サウンドパッドや EFX は AI ノイズリダクションの影響を受けないんじゃないかなと思うんです。受けないんじゃないかと思うんですけども、ちょっとそれは明記されてないので何とも言えません。ブロックダイアグラム上は AI ノイズリダクションの機能を通っていますので、影響を受けることになります。これちょっとわからないですね。その先に行くとマスターボリューム、そしてモニターボリューム、サブアウトボリュームというところに分かれていきます。マスターを追っていきましょう。マスターボリュームを通ると次に来るのはコンプとリミッターです。コンプとリミッターというのが続いてますけども、コンプレッサーのボタンをポンとオンにしてもらうと、コンプレッサーがここで効くようになります。なので、音を持ち上げたいなって時にはコンプボタンを押すと、ここでコンプがかかります。なのでコンプの影響範囲っていうのは AI ノイズリアクションを通過してマスターボリュームを通った後の信号に対してコンプレッサーがかかっています。リミッターを通ってそのままずっと右に見ていくと、レベルメーターがあってデジタルアナログコンバーターが通ってマスター LR に出てきます。これがいわゆるモニタースピーカーなどで聞ける音声になるわけです。ここが一番のメインストリートになります。録音データはレックデータマスター LR というふうに書かれてますけども、この、マスター LR に出た音声と同じものがこのレックデータマスター LR に入っていきますので、そこで、マスターアウト、モニターで聞いてる音と全く同じものが録音されるという形になります。そしてモニターアウトなんですけども、 L6 からの改善点の一つでもあります。 L6 の時にはマスターボリュームとモニターボリュームっていうのは密接に関係してまして、マスターボリュームを下げた状態でモニターだけをするということができない回路図になってました。 L6MAX ではそこが改良されて、マスターボリュームの大きさにかかわらずモニターボリュームの調節ができるようになっています。マスターアウトに向かっていく信号と全く同じものがマスターボリュームの直前で分岐をしています。モニターボリュームというところに行ってますので、マスターボリュームとモニターボリュームというのは相互に関係性がない、それぞれ独立して調整ができるものになっています。
そしてここから設定が3つ分かれていますね。モニターポイントというところで切り替えが行われますけども、一つはプレマスターフェーダー。マスターフェーダーの前という意味ですけども、まるっきりマスターフェーダーと同じものをマスターフェーダーのボリュームとは違うボリュームで聞くことができるということなので、最も素直に聞くものがこれです。続きまして、プレマスターフェーダープラスコンプ。マスターに対して、コンプをかけた状態のものをモニターボリュームの調整で聞くということですね。マスターにコンプをかけているかいないかにかかわらず、マスターにかけるコンプ量と同じコンプ量が適用された音声を聞くことができるという、ちょっとややこしい説明になりますが、そうなります。そして最後はポストマスターフェーダーです。ポストマスターフェーダーっていうのはちょっとルートが変わりまして、マスターフェーダーを通った後、マスター LR や PC レックマスター LR に出ていく音声をもらってきています。モニターボリュームではマスターフェーダーの影響を受けた最終音声のモニターボリュームを調整して出してくるものになります。なので、これはマスターを絞ればモニターも絞られるということになりますね。従来の L6 と似た経路を通った音声が出てくることになります。これはお好みで切り替えが可能ですので、プレマスターフェーダーかプレマスターフェーダーコンプか、あるいはポストマスターフェーダーかの音声を切り替えてモニターからの、モニタリング、ヘッドホンを使う場合が多いと思いますが、ヘッドホンでのモニタリングができるようになります。そしてサブアウト。これも強化されたポイントです。L6Max ではマスターアウトの他に様々な出力があります。その中の大きな一つがこのサブミックスです。サブミックスというのはこのブロックダイアグラムの中でレベルのところにもう一段下ですね、サブミックスのボリューム調整がありますけども、レベル調整とは違う調整を施したミックスを出力してくれることができるというのがこのサブミックスの機能です。具体的にどういうシチュエーションで使うかというと、多くは楽曲演奏とかポッドキャスト配収録の時の、参加者の人、演奏者の人に対しての音声です。開始の音声って言ったらいいんですかね。観客に聞かせたい音、あるいは録音に乗せたい音のレベルは通常のレベルで調整したバランスで出していきますが、演奏者が聞きたい音声、あるいは、パーソナリティが聞きたい音声バランスというのはこれと違う場合があります。例えばポッドキャスト収録のことを考えてみると、自分の声を聞きながら話すのが苦手な方もいらっしゃいますし、自分の声を聞きながら話したい方もいらっしゃいます。そうした時にその人の音声を載せない音声を返してあげたい。あるいはその人の音声を小さくして返してあげたいとか、あるいは BGM は邪魔になるので BGM はゼロにして出してあげたい。なんていう時にメインの録音データとは違うミックスバランスで違うミックスを作って出してあげる。そのための機能がこのサブミックスになります。サブミックスの出力ポートなんですけども、スイッチ切り替えでマスターフェーダーリッスンとサブミックスリッスンに切り替えることができるんですね。これもとてもよくできていて、イヤホンジャックを差し替えることなくサブミックスとモニターミックスを行き来することができるという大変に配慮された設計になっています。マスターミックスを聞くという条件においては先ほどモニターのところで説明したものと全く同じです。プリマスターフェーダー、プリマスターフェーダーコンプ、ポストマスターフェーダーを設定をした上で聞くことができます。そしてスイッチをパチンと切り替えるとサブミックス、サブアウトの方に切り替わるんですが、そのバランスというのはこちらの下段ですね、サブアウトボリュームというものを通ってサブミックスが出てくるようになります。ここで注意が必要なんですけども、サブアウトの方にはインプット14の EQ を通った音声、インプット56の EQ を通った音声、インプット78の EQ を通った音声、そしてサウンドパッドの音声が入ってきます。なのでサブミックスは自分の好みのバランスでモニターアウトやマスターアウトと違うバランスの音声を構成することができますけども、EFX AI ノイズリダクションが効いていない音声の出力になるということを注意しておいてください。それからオグジュアリー AUX と書いてますけども、オグジュアリーの1番2番という2つのオグジュアリーのアウトがあります。このオグジュアリーもサブミックスと同じように独自のバランスで調整することができるものです。
サブミックスとオグジュアリの大きな違いの一つはモノラルかステレオかというところがあります。サブミックスはパンの調整こそないもののステレオの音声でモニターすることができるのがサブミックスです。オグジュアリはインプット145678の音声がモノラルミックスになって出てくるのがオグジュアリアウトです。1番と2番と2つとありますので、もしマスターミックスのバランスと違う音声を、用意したいということになれば最大3つまで用意することができるわけですね。サブミックスとオグジュアリ1、2が、全くそれぞれ別なミックスバランスで出すことができるようになっています。ただしオグジュアリについてはサウンドパッドの音声も変えていきませんので、ここも注意が必要です。もちろんですけども EFX やつまりリバーブや AI ノイズリダクションも含まれませんので注意してください。あとはリバーブを外部の機械に任せたいという先導エフェクトってやつですね。場合にオグジュアリを使って信号を出してあげるなんていう時にも使うわけですね。オグジュアリ1、2とサブミックスはうまく使っていくことでいろんな音声をマスターミックスに影響を与えずに出していくことができるというので便利な機能になっています。さあもう一つ注目していただきたいのが先ほどちらっと言ってましたけどミックスマイナスです。ミックスマイナスというのはパソコンから返ってくる音声をオーディオインターフェースとして L6Max が受け取ります。それをスピーカーやヘッドホンなどのモニタリング環境から私が聞くことになりますね。これが通常ですから、ブラウザで YouTube を再生している時の音声を聞く、あるいは Discord、ビデオチャット、音声チャットの機能で流れてきた音声を聞く、通話相手の話を聞くというやつですね。いうことができるのが USB オーディオインターフェースです。L6Max からはマスター音声を返していくというのが基本になります。通常ですと、受け取った音声を全部マスターミックスに出していきますから、そのマスターミックスに乗った音声をパソコンに返していきます。するとどうなるかというと、パソコンで再生された音声が L6Max を経由してまたパソコンに戻っていくことになります。その時には私のマイク音声やサウンドパッドの音声も乗って帰っていくわけですね。そうすると、通常、例えば YouTube を見ているという段階では誰もそれに文句を言う人はいませんから大丈夫ですが、ボイスチャットを使いたいとなってくると、相手に対して相手が発生した音声が相手に返っていくことになりますので、レイテンシー、多少の遅延を持って相手に自分の声をもう一度聞かせてしまうということになります。こうすると大変聞きにくい、エコーバックやループバックと言ったりしますけども、このエコーバックが発生することによって大変会話がしづらい状況が生まれてしまうということになります。これを解決するにはどうすればいいかというと、ミックスマイナスです。相手から送られてきた信号をもう一回パソコンに返すときには、その信号を抜いた音声、マイナス1ですね。相手の信号を引き算した音声を返してあげることによって、相手に対してループバック、エコーバックが起きないようにするというのがミックスマイナスとかマイナス1と呼ばれる機能になっています。これを、切り替え一つでミックスマイナス音声をパソコンに返してあげることができるようになりました。残念ながらこれ L6 にはなかった機能なんですね。なぜならばそういうボイスチャットとかのシチュエーションを想定してなかったからだと私は思っています。これが L6Max で搭載されたことによって日常使いのミキサーとして使うことができるようになったんです。だからこそ私はここを置き換えたんですね。はい、L6Max ミックスマイナスをオンにしておくことでループバックエコーバックを全く心配することなく通常のボイスチャットができるようになっていますから、これで相手との通話や収録に困ることはありません。ミックスマイナスにはサウンドパッドの音声も入っていきますので BGM を流したりすることもできるわけです。ただし一つ注意点がありまして、残念ながらミックスマイナスのルート、この一番上にあるのがミックスマイナスのルートなんですけども、ミックスマイナスのルートには、サウンドパッドは入っています。EQ を通ってレベル調整を通ってバランス調整やパン調整をした音声も入っていますが、AI ノイズリダクションがこの中段にしか入っていませんから、ミックスマイナス音声には AI ノイズリダクションの効果を適用することができません。同じように EFX、リバーブの音声もマスターには書いていますが、ミックスマイナスのルートには入っていませんから、ミックスマイナスを使っているときにパソコンの通話相手に対して
リバーブを効かせた音声を返してあげることができないんです。ここがちょっと注意点です。せっかくミックスマイナスを使って L6MAX で処理した音声を通話相手に返してあげることができるのに、そこに AI ノイズリダクションはしょうがないです。処理も発生しますからしょうがないんですけど、リバーブが効いた音声を返してあげられないということはですよ。例えば歌い手さん、L6 を使って歌を歌う。そこにリバーブをかけて、自分はそのリバーブが効いた音をモニタリングしながら、相手の VR チャットとか Discord の音声も聞くわけですね。この音声を聞きながら歌った音声を返してあげたいんです。そうすればリバーブをつけた素敵な歌声を聞かせることができるんです。ただし、ミックスマイナスを使おうと思ったその瞬間に、このリバーブの音声は除外されてしまいますから、USB を経由してミックスマイナスを使っている状態では相手にその素敵な音声を届けることができなくなってしまうんです。送られるのは私の生声だけということになります。ここは注意点の一つです。ただじゃあ、通話をしないんであれば、相手に一方的に送り届けるんであれば、ミックスマイナスをオフにすれば、マスターデータと同じ信号が送られていきますから、そこはもう素敵なリバーブが効いた、なんなら AI ノイズリアクションも効いた音声が送られていきますので、一人配信をしている段階では何も問題ありません。それはもう全然大丈夫です。ゲーム実況をやってらっしゃる方で、一人で配信している方については、L6MAX で全然問題ありません。もうリバーブをかけようが何しようが好きな配信をすることができますけども、ミックスマイナスを使おうと思った段階で EFX、リバーブが適用外になるということはちょっと今の段階での注意点です。ぜひここはアップデートで対応していただきたいなと思っています。可能かどうかは分かりません。可能かどうかは分かりませんが、ぜひ対応してほしい。それができるかできないかで L6MAX の最終的な価値みたいなものがもう一段上がるか上がらないかということになっていくだろうと私は思っています。AI ノイズリダクションはしょうがないんです。しょうがないと思う。その処理量の問題があって、負荷が高すぎるんだろうとも思いますし、現状でも AI ノイズリダクションを使わずに配信をしているわけですから、そこはなんか我慢ができるというポイントです。AI ノイズリダクションはものすごく魅力のポイントではありますけども、我慢ができるというところではあります。だって収録音声はちゃんと取れてるから大丈夫だから。ただミックスマイナスを使っている時にリバーブは乗せたいんです。そこは何とかしてほしい。はい、と思いますね。はい、ここまでが、抜粋したブロックダイアグラムを使って入力から出力までを読み解いていきました。で、この読み解きを一覧表にしています。この表はちょっとノートにでも置いて皆さんが自由にダウンロードできるようにしておきたいなと思うので、ぜひご覧になってください。マスターアウト、モニターアウト、サブアウトのマスターリッスン、サブアウトのサブミックスリッスン、そして USB ステレオミックスのミックスマイナスオフ、ミックスマイナスオン、USB マルチトラック、そして、オグジュアリの鮮度1番、2番のプレポスト、それから録音のマスターアウト、マルチトラックについてどういう影響があるかというのを一覧化したものです。これを左から右に見ていってもらうと全部わかります。例えばマスターアウトについては、出力内容はステレオミックスっていうそのレベルで調整したミックス、パンで調整したものが入ってきますよと。で EQ 大丈夫、ミュートも使えます。レベルはインプットレベルの調整で、パンも使えます。EFX OK、サウンドパッド OK、AI ノイズリダクションも使えます。マスターボリュームを通ってコンプレッサーリミッターを出たものがアウトボリュームに出ますよという、こういうルートですね。ミックスマイナスオンの場合はステレオミックスだけども、ミックスマイナスを使っているものですと。EQOK、ミュートも OK、インプットレベルも通ってパンも影響があるけども EFX は通りませんと。サウンドパッドは通るけども AI ノイズリアクションは通りません。でマスターボリュームの影響を受けたものが出ていきますよと。おそらく間違ってないと思う。リミッターのかかり方がブロックダイアグラムからは私はちょっと読み解けなかったんです。リミッターはコンプがオンだろうがオフだろうが必ずリミッターは通るのかなと思っています。この辺ちょっとわからない。はい。という感じになります。最後に録音されるデータについて確認をしていきますけども、ブロックダイアグラムをもう一個作っています。1番から4番、そして5番から6番、7番から8番、すべて共通ですけども、デュアルなのかシングルなのかは置いといて、アナログデジタルコンバーターを通過し、DC カットという部分を通過した直後にレックデータへの分岐があります。
なのでマルチトラック録音をされるのは生データということになります。インプット7番8番についてはその上段に一つ合流している部分がありまして、ここは何かと言われれば PC から来る1番2番3番4番ノートです。なのでインプット7番8番については、もし USB オーディオインターフェースからの信号を受け取るモードになっていた場合は、そのデータがマルチトラックに録音されるということになっています。サウンドパッドが録音されるのはマスタートラック2ミックスに対する音声だけということになるので、サウンドパッドを後編集で自由にサウンドパッドの再生データのボリュームを調整してやりたいなとかっていった場合にはそれは記録されませんので、自分でフッテージを DAW に放り込んで調整しなさいということになりますから、そこは注意が必要です。で、今言ったマスターアウトの方ですけども、レックデータマスター LR というところに行ってますけども、すべての通ったモニターなどで確認できるマスターアウトの情報がそのまま録音をされる、記録をされることになりますので、サウンドパッドやエフェクト、AI のディレクションが全て適用された音声が2mix の方には録音されるということになります。マルチトラックモードをオンにしていても 2mix は録音されますので、2mix がいわば全ての記録ということになりますね。で、マルチトラックデータは DAW に持ってって自分で調整をする、編集をするという際に使える生のデータということになります。ノイズリダクションをかけたい場合にはマスターデータを使用するか、マルチトラックデータに対してノイズリダクションを自分で適用するということになります。EQ もしかりです。マスターデータを利用するか、マルチトラックデータに対して EQ を自分で適用する。パンもそうです。ミュートもそうです。カット編集なんかする場合もそうですし、リバーブをつけたい時なんかも生データに対して自分でつけるということになりますので、このあたりはもしかしたらそれはトラックに適用されてて欲しかったなというふうに感じる方もいらっしゃるかと思うんですけども、それはちょっと話が違っていて、生データがきちんと録音されているっていうことが大事な要素になってきますから、エフェクトを通過後の音声を使いたい場合はマスタートラックに録音される2ミックスを利用するんだよという、それ以外はきちんと生データを録音してるんだよっていう考え方になりますから、特に私たち素人アマチュアの皆さんはそういうものなんだというふうに理解をしてください。逆に言うと影響かかってしまったトラックの録音をしてしまうと、あともうどうしようもないわけですね。回復のしようがありませんから、生データが録音できているのが最も正しいスタイルということになりますので、誤解がないようにしてください。ちなみにデュアル AD32 ビットフロート録音ですね。ですから、シングル AD のトラックについても32ビットフロート録音で録音されていますので、小さな音、小さいパートについても解像が高く復元することができますし、入力インプットがそもそも過大すぎてクリッピングしてしまっている場合には、それはそのままクリップしたデータが録音されてしまいますが、ちょっと小さめに入れたデータについては、きちんとボリュームアップすることができるようになってますので、そのあたりその入力音声の音量設定の仕方については、過去プリアンプゲインを調整してた時のような経験則を生かす場面があるのかなと思っています。そのあたりも別動画で実演できたら、こんな風に調整するとおそらく良好ですよっていう説明ができたらいいなというふうに思います。もう随分と時間が経ちましたけども、まだまだ続きますが電源喪失問題です。録音中に電池が切れてしまったとか USB の給電が途絶えてしまった場合に、録音データが破壊されてしまう可能性があります。だって、録音中に突然電源切れるわけですからファイルが壊れちゃうんですよね。そういうことがあります。とか録音データを保護する機能を持っています。でこの L6Max についても持っています。L6Max については2つの注意点があって、保存される時間は30秒ごと。録音開始から30秒ごとです。だから最大例えば29秒ぐらいのデータは失われてしまうかもしれないんですけども、30秒ごとに1回節目を迎えているっていう形になるのかな。ですから例えば1時間収録してめっちゃ面白い話できたと思ったのに、その瞬間プッと電池が切れちゃったとかってなって、いやーってなるところですけど30秒前のデータまでは保存されていますから、そこは一つ安心です。ただし復旧方法がきちんとお作法がありまして、
L6Max に、SD カードが入った状態で、電源を喪失してしまった状態から USB なり電池交換なりで電源を復旧した後で電源ボタンを押して通電してください。で、L6Max が起動すると自動的にいわゆるファイナライズ、ファイルを、保存してパソコンなどで使える状態に復元をする作業を自動実行します。それで、ファイルが復元されます。もしそれをしないまま L6Max から SD カードを取り出してパソコンに持ってったりすると、ファイルは破壊されたままになってしまいますので、大変危険ですからそれはやめましょう。もし収録中に電源が喪失するなどして録音が止まっていたということに気がついたら、電源を復旧した後で電源をもう一回通電をして、ファイルのファイナライズを行うということさえ忘れなければ、最長どんなに失っても30秒で、データが戻ってくるということになります。自動保存があるのは大変便利ですね。それから電源についてなんですけども、USB 給電に対応しています。今これ、USB ケーブルがつながってますけども、パソコンのバスパワーで、駆動することができるようになってます。大変いいですね。他にもしパソコンに使うのであればその他の電源を用意する必要はありません。その他に側面に USB の給電専用ポートがありまして、こちらはモバイルバッテリーなどをつなぐことによって、USB のデータ通信とは別なポートから給電をすることもできます。例えばデータ通信は失わずにバッテリーだけを交換したいという場合には、この側面にある USB ポートを使うといいと思います。ユーロラックに組み込みするときには、こちらの USB ポートになんか専用の変換コネクタみたいなのをつけて電源供給をするようなので、そのためについているポートではありますけども、側面についています。その他、乾電池、バッテリー、単3サイズ4本で乾電池給電をすることができるようになってます。乾電池を入れて屋外で使う、USB 給電で屋外で使う、そういったことができるようになってます。例えばカフェとか、それから屋外のパフォーマンス、ライブパフォーマンスみたいなところでも使うシーンというのは想定されていると思うんですけども、そういった場面でもL6Max の電源供給の、バリエーションの豊富さというのはいいと思います。デュアル AD と AI ノイズリダクションというところがとても特徴的な機能になっていて、 AI ノイズリダクションについてはちょっとサンプルを取ってきましたので、ここで一旦映像を差し込みたいと思います。これはちょっと近所の公園に行って、車通りがあるところ、そんなにバンバン都会のように車は走ってませんけども、車通りがあるところで、録音をして、SM58 で喋った音声にノイズリダクションをかけたものをお聞きいただきます。で、これは実は L6Max が想定しているユースケースの中でも大きいファクターを占めている部分じゃないかなと思うんですけども、屋外でのイベントとか、屋内であってもカフェとか、セミナー会場とかでの使用、とてもノイズに悩まされやすい環境にあって、AI ノイズリダクションを使うと劇的に音声がクリアになるということになりますから、我々がポッドトラック P2 の時に受けた衝撃をそのままミキサーにダイレクトに持ってきたということがこの L6Max の特徴でもありますから、 AI ノイズリダクション万歳という方はとても多くなるんじゃないかなと思います。口元とマイクの距離はだいたい20センチぐらいですかね。この状態で AI ノイズリダクションを入れてみたいと思います。はい、今モニタリングしている環境ではスッとノイズが消えていって、クリアな音声になりました。録音している素材にもマスタートラックの方には、エフェクトが入りますので、ノイズリダクションが効いている様子が後から確認できると思います。で、口元は20センチぐらいと若干離し目になっていますから、本来ですと環境の音もしっかり入ってくるような距離感です。で、AI ノイズリダクションを聞かせると若干のレイテンシーを感じます。よくね、自分の音声が遅れて帰ってくると全く喋れなくなりますけども、そういうことはありません。本当わずかに何ミリセカンドかって私の感覚では言えませんけども、若干のレイテンシーが感じる、音が少しダブって実際に自分が声を発してなんて言えばいいんですか、自分の耳でそのまま返ってくる音声を聞いている時と、それからヘッドホンで返ってくる音声との2つがあるわけなんですが、この音が AI ノイズリダクションをかけていない時には全く
感じないというのかな、自分の声が、一つに聞こえますけども、 AI ノイズリダクションを使っていると若干のレイテンシーを感じるという感じになります。ただし喋りにくい感じは一切ありません。これが AI ノイズリダクションが効いている状態。今これだけスムーズに喋れているということは、多少の違和感はあるものの問題がないということは皆さんにも伝わるんじゃないかなと思います。では AI ノイズリダクションをオフにしてみます。はい、これで AI ノイズリダクションオフです。そしてその Dual AD を使ってプリアンプゲインの調整など必要としない失敗のない録音ができるというのも、これまた使う側の負担を減らしてくれることになりますので、この辺にも注目をしつつですね、今までお話ししたような L6Max の機能面での差別化ポイント、魅力っていうのは大変多くありますから、そのあたりがこれはいいよねと思っていただいた方は L6Max の購入を検討してもらってもいいのかなと思います。そしてこの常設環境におけるサイズ感、ミックスマイナスを使って、ボイスチャットとかそういったものでも、あとはビデオ会議とかでもクリアな音質を送ることができるというメリットもあります。サウンドパッドを使った配信に対する色付け、リバーブなどのエフェクトを使った効果、そんなものも活用して、結構その幅広くね、いろんなことができる機材に仕上がっています。そして MIDI コントロールを使えることによって、L6Max の限られたスペースの中で、工夫されてこう作り込まれたユーザーインターフェースとは別にですね、ダイレクトにさまざまなパラメータを触れることができる拡張性を持っているというところもポイントの一つになります。ではここからずいぶん長かったですけども、ライバル機種との比較ということで、私が使ったことない機械もありますし、全てを網羅しているわけでもないので、ちょっと参考という程度に収めておいていただきたいんですが、ライバル機との比較を含めて、L6Max がいいかライバル機種がいいかという話をしていきます。私は別にL6Max に、の方を持っているわけではないので、その面では公平なフェアな評価をできるだけ心がけますけども、あくまでも一ユーザーとしての目線なので、皆さんの考えと一致しないところもあるでしょうし、ちょっと偏見や誤解をも含んでいる場合もあるかもしれませんので、なんかこう違う意見があるときはぜひコメント欄に皆さんの見解も書いていただけると私も勉強になるのでよろしくお願いします。まず AG03 や AG03M2 との比較です。ここが多分一番大きい、パイとしては大きいのかなと思います。AG03 を使っている方はとても多いような印象を受けています。実際どうか分かりませんけれども、とても多いと思います。マーケット的にとても成功した製品なんだなというふうに実感をしています。私自身は一回も触ったことはありませんが、AG03 ユーザーのサポートをしたことは何度かありますね。そこで、いろんな話を聞くと AG03 っていうのは、ざっくりと言ってしまうと、ヘッドホンアンプがあんまり良くなくてノイズを多く感じてしまう。実際に配信やレコードに乗らなかったとしても、モニタリングとして、ちょっとなんかノイズ感があるという意見があったり、音量が足りない。マイクゲインが、音が細い。マイクゲインが上げられないという意見があったりしていました。そうですね。その辺に対して L6Max はどうかというと、繰り返しになりますけども、Dual AD32 ビットフロート録音に対応しているので、シングル AD24 ビットのミキサーと比べれば、その点で言えば、負けないです。プリアンプがとても良くて、でしかもそのプリアンプに適正な調整を与えられる知識や経験を持っている方に限っては、当然シングル AD でも今までみたいにもう最高のバキバキの音質で録音したり音声を送出したりすることできますから、32ビットフロート録音デュアル AD であればもう絶対優勝ですということはないです。ないですけど、私たちのような素人アマチュアレベルのオペレーター、そのユーザーの目線から言うと、今まで苦労してた調整がゼロになると言っても過言ではないと思っているので、その1点だけでも AG03 から L6Max に乗り換えるメリットはあります。コンプレッサーはどっちの機材もついてますよね。AG03 もついてます。リバーブもどちらの機材もついています。
で、ギターなどの楽器入力もできます。で、ちょっとなんか AG03 の表現が私には全然しっくりこないんですけども、ループバックの機能があります。で、ループバックっていうか、ループバックのインプット1、2の切り替えがあって、これがいわゆる通常の機材でいうとこのミックスマイナス、マイナス1に相当する機能なので、ループバックの方にスイッチをしてあげると、パソコンの音声などを全部返すし、インプット1、2に切り替えることで、いわゆるミックスマイナス、自分の音声だけを返していく。で、パソコンからの音声は返さないという設定にできるんだろうと理解をしています。で、AG03 に書いてあるミックスマイナスというのは、モニタリング環境、自分に対するミックスマイナスなので、これちょっと誤解があるなと思ってるので注意してください。なので、どちらも同じように、ビデオチャットやディスコードなどのボイスチャットに対応する機材です。AG03、AG03 M2 の方がはるかに安いです。L6Max も非常にリーズナブルな機械ですけども、この機械で47,900円ぐらいだったかな。ありえない価格設定ですが、いつものように。もうびっくりする価格設定ですけど、それでも AG03 や M2 なんかよりは高いですね。モニタリング環境とかルーティングの豊富さについては、もう私の評価とすれば L6Max の方が断然いいです。AG03 はコスパの面ではとてもいいので、コストをかけたくないという方には AG03 M2 は未だにおすすめです。で、2つを決定的に違わせるものとしてあるのがリバーブの使い方です。L6Max についてはミックスマイナスを利用した場合、リバーブがかからないということは先ほどお伝えした通りなんですが、AG03 のブロックダイアグラムを見ると、AG03 は、インプット1、2の時にはリバーブが効いた音が出ているはずです。これちょっとAG03 をお持ちの方がいたら、そうだよってコメントに入れてほしいし、違うよってコメントに入れてほしいんですけど、私の理解では AG03 で、ループバックのない、音声をパソコンに返す際にも、リバーブが効いた音声が返ってるはずなんです。この点は AG03 を買う理由があると思います。ただのミキサーだけでリバーブをかけた音声をディスコードとかのボイスチャットに返したいというニーズがもし皆さんにあれば AG03 M2 の方をお勧めしなければならない。ディスコードじゃなくて一人配信でリバーブの音声をかけたいんであれば L6Max で問題ありません。ここがポイントです。と思いました。でも逆に言うとそれ以外ではコストとリバーブがミックスマイナスに乗るか乗らないかっていうこの2点以外では今から AG03 を買う必要はないと思っていますし AG03 ユーザーが L6Max に乗り換えてハッピーなんじゃないかなと思います。個人の見解ですけどもと思います。ロードキャスターシリーズデュオとプロ2かな今あります。ロードというのはマイクを中心に展開をしているもう老舗メーカーですし、その中でもロードキャスターデュオというのはポッドキャスター向けに作られている機材の中ではいわゆるハイエンドトップクラスの機材になります。USB 出力を2ポート持っていてっていう特徴的な機械になっていて、ミックスルーティングの設定が非常に柔軟にできます。大きな液晶画面、大きなモニターを持っているのと、長いフェーダーを持っていますので、操作性も良好です。サウンドパッドも大型のものを持っていてアサインも自在にできますから、そういった意味で本当にハイクラスハイエンドのものです。そのレコーダーミキサーデジタルオーディオミキサーレコーダーと比較して L6Max はどうかというふうに考えた時に操作性は断然ロードキャスターデュオプロ2の方が上だと思います。なぜならば大きさが断然違います。L6Max と比較しても3倍はあるかなのサイズ感がありますが、フットプリントがとても大きいので、それが許容できるデスクスペースがあるかどうかっていうポイントが一番大きいのと、ロードキャスターデュオについては、インプット数が少ない問題があります。USB とかの接続ができますけども、
スイッチとかプレステ4みたいに物理的に接続をしたい機材があった場合に足りません。その場合はロードキャスタープロ2に行かないとダメ。プロ2に行くと物理インプットが4トラック、4ポート、4チャンネルあるのかなっていう形になります。なのでインプット数の違いは大きいポイント。それからフットプリント、場所を取るか取らないかというところも大きいポイント。32ビットフロート録音デュアル AD かどうかっていう違いもあります。ただし、一番大きな違いはおそらく金額です。業界の中でも一番上と言ってもいいぐらいハイクラスなモデルを展開しているので、価格も高いです。ロードキャスターデュオで、多分7万円台後半、プロ2に行くと10万円は超えるんじゃないかなという機材になってますから、その金額を出せるのかどうかっていうポイントもあります。ワイヤレス GO シリーズ、クリップオンワイヤレスマイクですね。ワイヤレス GO シリーズとダイレクトにつながるというその無線接続の柔軟性とかもあるので、ロードキャスターシリーズはデュオであろうとプロ2であろうととても特徴的で高い性能を持った機械には仕上がっています。お金が高いというところがあります。ですからクリップオンワイヤレスマイクを持っている、フェーダーがないといいや、自在なルーティングができる USB ポートが2つ必要だ、そんな条件の方にはロードキャスターデュオなりプロなりの検討をしていただきたい。そうでもなければ L6MAX でいいと思いますね。特にコンパクトさを重視したいとか、そういう場合にはいいと思います。だから結構甲乙つけがたい、機材の比較かもしれません。そうですね。こんなところが今私がお話しできる比較ができそうなところの中で、AG03 は触ってませんけども、比較ができそうなものの中の比較でした。その他がライバルになってくるのが、純粋にオーディオインターフェースかなと思ってます。いろんなローランドとか、ズームもそうですし、その他のメーカー SSL とか何ですか、フォーカスライトとか私の知らないような有名メーカーがいっぱいあります。オーディオインターフェースとの競合も出てくるんだろうと思うんですけども、オーディオインターフェースとの競合で一番の違いは物理的に調整できるインターフェースを持っているっていう、その操作系を持っているかどうかっていうポイントが一つ、そして録音ができるかどうかっていうポイントが一つ、そして32ビットフロート録音デュアル AD に対応しているかっていうところが一つありますから、オーディオインターフェースでいいんだという人はおそらくもう本当マイクやギターを接続するだけで、あとはもう DAW でやってますっていう形になるのかなと思いますね。それ以外ちょっと家から出る可能性があるとか、場所を変える可能性があるとか、物理的に接続したいデバイスがあるとかってなってくると L6MAX かなと思いますね。演奏してライブ配信をしているピアニストさんとか、あとギタリストさんとか、ベーシストさんとかが多いですけども、そういう方たちにとっても L6MAX はありだと思います。特に例えばキーボードとかピアノのトップに置くっていうことで、場所を取らない L6MAX はとても優位性がありますし、そのゲイン調整の心配がいらないっていうところでも優位性がありますから、フールプルーフ、私たちが知識や経験がなかった場合、あるいはうっかりミスした場合でも安心して配信ができやすい、配信して録音ができやすい機材になっているのかなというふうに思いますね。はい。最後、注意点と学会ポイントいきます。注意点として、録音をする際の SD カードのサイズに注意をしてください。管理画面を開いていただくと、SD カードの容量に応じて残録音時間が表示されています。マルチトラックレコーディングを選択した場合に1時間に 8GB ぐらいのデータサイズが必要になります。ですから32ギガの SD カードを挿した場合は、3時間半ぐらいの録音残時間が表示されることになります。で、これなぜこんなことになるかというと、マルチトラック録音を選択した場合には、入力があるかないか、ミュートをしているかしてないかにかかわらず、すべてのチャンネルが録音されます。全く無音のファイルが生成されるということになります。で、これはなぜそういうことがあるかというと、後でミュートを解除する場合もあるし、もし切り替え式にした場合は、録音をし忘れるというリスクが発生するので、
ここは強制的に全てのチャンネルトラックを録音する仕様になってるんだろうなというふうに理解をしていますし、私もそれがいいと思っています。で、私の場合はいくつかファイルが生まれる中のマイクのファイルと、それから USB1、2 のファイルとかっていう限られたファイルだけを取り出してくるということになりますので、そのあたりの、運用での対応というのは必要になってくるかなと思います。ですから、L6Max に SD カードを用意する方は、ちょっと32ギガではもしかしたら何回分かの録音とかって考えていくと、容量がすぐ足りなくなる可能性があるので、64ギガなど最低でも使ったらいいのかなと思います。それから繰り返しになりますが、ミックスマイナスの際のリバーブが、USB に送られていかない問題。AG03 では実現しているのに L6Max で実現してないととても進めづらいですし、あとは私もリバーブなんかかけることはあまりありませんが、どうせミックスマイナスに対応したんだったら AI ノイズリダクションは求めないけどリバーブは求めたいというところはあります。それから同じ理由でサブミックスもそうですね。サブミックスにもリバーブは乗りません。エフェクトは乗らないんです。そうするとボーカルの方が自分がリバーブがどれぐらいかかっているのかを聞きながら歌いたいんじゃないのかなって思うんですよね。そう思うとモニターミックスとは別にサブミックスにもリバーブがかかってくれた方が都合が良かったんじゃないのかなとも思うので、主にだからそのミックスマイナスとサブミックスに対する EFX エフェクトの適用が外れてしまったことに対する残念感と、これはぜひともアップデートとかで対応できるなら対応してほしいなという気持ちがあります。ということでものすごい長時間にわたり、収録をしてきました。今収録で2時間ぐらい撮ってるかなと思いますけども、これをなんとか1時間ぐらいにまとめたいなと思いますが、L6Max も常用環境に入れているだけに、私がどれぐらいこれを気に入っているのかっていうのはご理解いただけるんじゃないかなと思います。L6 をベースにしてとてもいい常用環境で使えるとてもいいミキサーに仕上がっていますので、ぜひ皆さんも興味を持って L6Max をチェックしていただければなと思います。またこの後別にいろんなL6Max に関連する解説動画を撮っていきたいと思います。いわゆる実用上のデモンストレーションですね。DAW とつなげた場合のシチュエーションとか、ポッドキャスト収録を想定したシチュエーションとかっていう具体的なシチュエーションで、L6Max がどういうふうに使えるのかっていうところをご覧いただけるサンプル動画、デモ動画を作っていきたいと思いますので、そちらも合わせてお楽しみいただけたらなと思います。L6Max に関する質問があれば、私で確認できることがあれば、いろいろ確認をしてご回答したいと思いますので、コメント欄にぜひコメントを残してください。それから皆さんのユースケース、私も知りたい。皆さんの L6Max の使いこなしのポイント、あるいはシチュエーションがあれば、ぜひコメント欄に投稿してください。皆さんと一緒に L6Max をね、使いこなしていきたいなと思っております。そうそう、MIDI コントローラーでのデモとかもね、用意しますので、ぜひ楽しみにお待ちください。インストチャンネルに関する感想などもお待ちしております。以上、インストチャンネルコーヒーでした。ありがとうございました。